ですね。これはヘチマの種を植えました。こちらも順調に成長しています。ここのところにはヘチマを植えたんですが、ヘチマは元気がないです。もう少し元気よく伸びてくれることを願っているんですけど、ヘチマさんたちがまだこんな感じでちょっと小さな感じですね。で、ものによっては多少つるが出てきているんですけど、この後どうなるか期待しています。このところにヘチマが育ってくれるといいなと思いながら植えましたけど、去年とは場所が違うところに植えたのと、この辺り鳥が多いもんですから、鳥に食われたり虫に食われたりしています。このところはヘチマを植えてありますけど、ヘチマの生育がよくありません。しおれたりつるがあんまり出てこないんですね。私たちのやり方が悪いんだと思っています。ですけどヘチマがあと1ヶ月もしたらどんな感じで成長してくるかを楽しみにしていますね。こちらは多少きれいに、つるが出てきていますね。これもヘチマです。ヘチマが今こんな感じで、出てきているところです。この棚がヘチマだらけになってくれたらいいなと思いながら成長しています。ヘチマ栽培は苦労しています。今やっとつるが伸び始めていますけど、非常に時間がかかりました。わかめの時に動物に食べられてしまうっていうような現象が起こってまして、今こんな感じでヘチマを大きく育てようと思っています。で、このところにヘチマがいっぱいできることを願っているんですけど、今やっとつるが伸び始めたところですね。これで、ヘチマが栽培できると思っています。ヘチマがあります。こんな感じで今こちらの畑の方も成長しています。今年はヘチマを多くやったんですけど、途中枯れてしまったりいろいろで大変でした。ですけど今こんなような形できれいに花が咲き、ミツバチもいろいろ受粉をしていてくれます。ただですね、こんなに花が咲いてるのに今年はですね、実がほとんどできてきてないっていうのが現状です。そして今私たちが見える限りでは、ここに1本とこの奥に1本が成長し始めています。もう少しできてくれないとなと思いながら、このところにはじゃじゃーん、ヘチマがこのところにもありますけど、ヘチマが今2つ3つ、増えています。こんな感じですね。ヘチマが今年は出来が悪いですけど、できてますね。ヘチマはうちでは非常に重宝して使っています。これから取れるヘチマ水で家内は化粧品にしたりいろいろしてますし、この実ですね、実を使って私たちはこの今映るかな、あるこういう実ですね。またここにも実がありますけど、ちょっと腐ってきてる実もありますね。向こうの方にも実がなってますね。この実で、私たちはたわしを作ったりいろいろします。たわしは非常に体に、馴染みがよく、私たちとしては嬉しく使っています。ヘチマが今こんな感じでいくつかできていますけど、家内曰く10本ぐらいできているようです。ただ今年はなりがやっぱり悪かったですね。長めっていうのも一つの問題点だと思いますけど、ヘチマがいろんなところにできる予定だったんですね。しかし枯れてしまったりいろいろで、私が数える限り10本なんて数が
見えないんだけど、まあこんな感じで今ヘチマが栽培されています。ヘチマが出来終わると今度はたわしを作ったりいろいろしたいと思っています。ここにも大きなのがあるね。中の方に大きなのがありますね。ここはヘチマのセクションですね。例えば風吹くとこんなに重たいやつはビョンビョン飛ばされるとこっちのラックが倒しそうだから。大きいですね。そうすごいね。でも私は何がやりたいわかる？これが背中の一本でのヘチマをしたい。背中のため。はい。なんかつけて。あそこにも小さいのになってますよ。そう。でも小さいのはそのまま大きいやつだけ今日取ろう。あ、ここにも大きなのがあるね。その上にも小さいの見えてるね。これ。そう。でも小さいから、あと中の方に大きなのがある、ね。これすごい出てきた。ね。一つでいいんじゃないですか。中に一個大きなのがあるから。そう。今回の台風は風が強いっていうからね。こっちの方がどれぐらい影響があるかわかんないけど。これは1、2、4足す前に2つを取ったから、ね、うわ重たいよ。これは取れないと危ない。今日の作業はこれやるつもりじゃなかった。かわいいでしょ。OK。こんなとこにもできてるよ。これ。ここにも。これはまだちっちゃいから取らなくていいと思うけど。これはちょっとね。うわ。でも嬉しい。もしかしたら去年より取ったんじゃないかなと。変わってるな。はい、ありがとうございました。